脳科学で解明。ゾーンに入る3つの条件と再現法。あなたも一度はゾーンに入ったことがあるかもしれません。勉強に夢中になって気づいたら何時間も経っていた。そんな経験ありませんか？それがいわゆるゾーン。人が本来持っている最高の集中状態です。でも多くの人はこう思います。あれはたまたま起きた奇跡だと。実は違うんです。科学的に条件を整えれば誰でも再現できるんです。今日のテーマは凡人がゾーンに入る方法。一緒に集中のメカニズムを探っていきましょう。ゾーンとは何か。ゾーンという言葉、よくスポーツ選手のインタビューで聞きますよね。でも実はスポーツだけの話じゃありません。勉強でも仕事でも音楽でも誰にでも起こる心の状態なんです。心理学ではフロー状態とも呼ばれています。これはアメリカの心理学者ミハイ・チクセントミハイという人が提唱した考え方です。例えばゲームに夢中になって時間を忘れたことありませんか？あれも立派なゾーンの一種なんです。この状態になると時間の感覚が薄れ、頭がクリアになり、体が自然に動くように感じます。まるで自分と行動が一体化したような感覚。脳の中ではリラックスしている時に出るアルファ波とひらめきが生まれる時のシータ波が同時に働きます。そして快感をもたらすドーパミンが分泌され、気持ちいい集中が続くんです。ゾーンとは努力しているのに努力していないように感じる状態。それは才能ではなく、脳と心が最適なバランスをとった時にだけ現れる、とても自然な現象なんです。ゾーンに入るための3つの条件。ゾーンに入るには、実は3つの条件があることが分かっています。この3つが揃うと、脳が勝手に集中モードに切り替わるんです。では、その条件を順に見ていきましょう。1つ目は、目標が明確であること。例えば、テスト勉強で、今日は数学をやるではなく、1時間で関数の問題を10問解くと決めたとき、頭が自然とそのゴールに向かって集中し始めます。脳は、目的地がはっきりしているほど力を発揮するんです。ゴールがぼんやりしていると、どこに集中していいのかわからなくなる。まるで地図のない旅みたいなものです。だから、ゾーンへの最初の一歩は、何を達成したいかを決めること。それが、集中の方向を作ります。二つ目は、フィードバックがすぐにあること。これは、今の自分がうまくいっていると実感できる仕組みのことです。例えばゲームなら、敵を倒した瞬間にレベルアップの音が鳴りますよね。その、達成の手応えが、脳にドーパミンを流し、もっとやりたい、という気持ちを強くします。勉強でも同じです。問題を解いて正解する、タイピングが速くなる、文章がスラスラ書ける。そうした小さな成功の感触が集中を深めていくんです。だから、ゾーンに入りたいなら、自分で進み具合がわかる仕組みを作りましょう。進捗バーでも、タイマーでも、ノートの印でも構いません。そして3つ目、挑戦のレベルがちょうどいいこと。ここが最も大事なポイントです。簡単すぎると退屈して集中が切れます。でも難しすぎると不安になって手が止まる。ちょうど手を伸ばせば届きそうな難しさが脳を一番ワクワクさせるんです。例えば部活の練習で少し上のレベルの相手と対戦するとき、夢中になって気づいたら時間が解けていた。あの感覚こそがまさにゾーン。人はできそうでまだできない課題に一番集中できるんです。だから挑戦のレベルを意識して調整することがゾーンを再現するための核心になります。まとめると、ゾーンは明確な目標、すぐわかる結果、ちょうどいい難しさの3つが揃ったとき、脳がすっと理想的な集中状態に入る。それは才能ではなく設計できる心理現象なんです。凡人でもできる
ゾーン誘発トリガー。ここまででゾーンに入るための条件が分かりました。でも実際どうすればその状態に入りやすくなるのか。ここからは凡人でも再現できる5つのトリガーを紹介します。1つ目は呼吸を整えること。ゾーンの入り口は呼吸から始まります。おすすめは四四八呼吸法。4秒吸って4秒止めて8秒吐く。たったこれだけで心拍数が落ち着き、脳が静かになります。不安や焦りが消え、集中のスイッチが入るんです。2つ目は環境を固定すること。毎回違う場所で勉強するより、集中できた場所を繰り返し使うと、脳がここは集中する場所だと学習します。同じ机、同じ照明、同じ音楽、それが集中のルーティンになります。3つ目は時間を区切ること。いきなり3時間やろうとすると脳は疲れてしまいます。でも25分集中して5分休むポモドーロ法なら、短い時間でも深い集中を繰り返すことができます。あと少しで休憩という小さな締め切りが集中を後押ししてくれるんです。4つ目は雑音を遮断すること。スマホの通知音はゾーンの敵。1回でも鳴れば脳はその度に集中をリセットしてしまいます。通知を切る。スマホを別の部屋に置く。それだけで集中の質が一気に変わります。もし静かすぎるのが落ち着かないなら、ホワイトノイズや雨音など単調な環境音を流すのがおすすめです。そして最後、5つ目、集中の儀式を作ること。作業の前にコーヒーを入れる。机を拭く。好きな音楽を30秒だけ聴く。そんないつもの習慣が脳に今から集中する時間だと合図を送ります。プロのアスリートが試合前に決まった動作をするのも同じ理由なんです。こうしたトリガーを一つずつ積み重ねていくことで、ゾーンは偶然ではなく習慣として再現できるようになります。才能がなくてもいい。今日から自分専用のスイッチを見つけていきましょう。ゾーンを妨げる5つの罠。ゾーンに入るための方法をいくつか紹介しましたが、実はその集中を壊してしまう罠もあります。どれも私たちがつい日常でやってしまうことです。1つ目はスマホ依存。通知音が鳴るたびに脳は報酬を求めて注意を奪われます。たった1回のピコンで集中は完全にリセットされる。これは科学的にも証明されています。だから集中したいときはスマホを遠ざける。それだけでゾーンの入り口は守られます。2つ目は睡眠不足。眠いまま頑張っても前頭葉、つまり考える力を司る部分が働きません。脳が霧の中を歩いているような状態です。まずはしっかり寝ることが最高の集中準備になります。3つ目はマルチタスク。複数のことを同時にやろうとすると、脳はタスクを切り替えるたびにエネルギーを消耗します。一見器用に見えて、実は効率がどんどん落ちていくんです。今はこれだけと決めて、一つの流れに身を預けること。それがゾーンの基本です。4つ目は義務感と焦り。やらなきゃ、早く終わらせないとと思うと、脳の扁桃体がストレスを感じて防御モードに入ります。その瞬間、集中力はシャットアウト。だから、やらなきゃではなく、やってみように言い換えてみてください。それだけで、心が少し軽くなります。そして5つ目、散らかった環境。実は、机の上の紙1枚でも、脳はそれを無意識に情報として処理しています。見えないノイズが積み重なって、集中が削られていくんです。作業前に1分だけでも机を整える。それがゾーンの入り口を広げてくれます。この5つ、スマホ、睡眠、マルチタスク、焦り、環境、どれか一つでも整えるだけで集中の質は確実に上がります。ゾーンを作ることよりも、まずゾーンを壊さないことを意識する。それが集中の第一歩なんです。
ゾーン。それは特別な才能を持つ人だけの世界ではありません。明確な目標、小さな達成の実感、そしてちょうどいい挑戦。この3つの条件が揃えば、人は誰でも最高の集中状態に入ることができる。そこに呼吸や環境、小さな儀式を加えれば、ゾーンは偶然ではなく日常の中で再現できる習慣になります。そして何より大切なのは、ゾーンを作ろうと力むことではなく、心を整え、余計なものを手放すこと。その静けさの中で、あなたの集中力は自然に花開くはずです。ゾーンは努力して入るものではなく、準備して訪れるもの。今日から自分の中にある集中のスイッチを探してみてください。きっとあなたの世界の見え方が少し変わります。このチャンネルでは様々なジャンルの科学をテーマを発信しています。興味を持っていただけたら、ぜひチャンネル登録をして、次の探求に一緒に踏み出しましょう。